つるっとした喉越しがめちゃくちゃ美味しくてですね、カレーのワンプレート冷食が出てきたということですね。生鮮のブロッコリーはですね、指定野菜になるんですね。冷凍 OK! はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日は何やるかと言いますと、2026年上半期冷凍食品トレンドを紹介します。ということですね、冷凍食品メーカーからですね、いろんな新商品が発売されたり、リニューアル品が発売されたり、この商品展開がすでに行われているんですけども、その上半期の中でですね、トレンドというものがあるので、今回はですね、それを紹介していこうかなと思います。でちなみに前回の動画では、上半期のおすすめ冷凍食品というものを私も紹介していますので、商品単品のおすすめのものに関してはですね、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。で、まず最初にご紹介するのは、猛暑対応冷凍食品ですね。で、これは何かと言いますと、夏向けの、いわゆる新商品も春とかに発表されるんですね。今日本ではですね、結構猛暑が本当に長くなっています。つまり夏の長期化っていうことが進んでいます。で、さらにはですね、気温の高さもですね、1日の高さもどんどん上がってしまっているということで、食事の面で言うとですね、やっぱ夏が続くと、冷たいものを食べたいとか、もしくは火を使わない調理、電子レンジ調理とかですね、自然解凍とか、そういった調理するときに熱くない方がいいっていうニーズがありますので、そういったところにですね、今回結構いろんな冷凍食品メーカーさんが対応した商品を発表しているんですね。で、例えばテーブルマークさんがですね、リニューアル品として、加藤吉極細讃岐うどんというものを発売しました。で、これはですね、とにかく細い麺でうどんになっていまして、ざるうどんとしてすごく美味しいよっていう商品だったんですね。で、以前は電子レンジチンして、その後水で締めて食べるというものだったんですが、今回なんとですね、リニューアルをしまして、流水解凍でも食べれるようになったということですね。いわゆる冷凍うどんなので、もともと冷たいのにめちゃめちゃ熱くして、で、また冷たくするっていうところで、結構エネルギー的には無駄なんで、流水解凍ですね、できないかっていうところが、長年研究されているということですね。ただですね、冷凍うどんをですね、流水解凍とか、してしまうとですね、やっぱ自然と解凍していくうちに、麺の食感が硬かったり、ボソボソしたり、でんぷんの老化っていうものも進みやすくなるので、結構麺の食感が悪くなってしまうんですね。であとはやっぱすごく長い時間がかかってしまう。時間をかけることで菌数が増えやすいというリスクもあるというところで、そのあたりをですね、今回そのテーブルマックさんが、クリアをしたということですね。で、流水解凍でもいいんですが、おすすめは、ため水解凍っていうのがおすすめらしいですね。ボウルに水を張って、で凍った今回の冷凍うどんをですね、つけてそのまま放置するということですね。でこうすると、その水自体もすごく冷凍うどんの冷たさで冷たくなりますし、で解凍されればしっかり冷えた、しっかり締まったうどんが楽しめるということですね。そういった点ですごく、おすすめかなと思います。であとはですね、日霊フーズがですね、この冷凍の冷やし中華盛岡風冷麺、冷やし豚しゃぶうどんというものを発売しています。日霊さんはですね、以前に氷が入っていて電子レンジチンすると電子レンジのマイクロ波の影響を氷は受けづらいっていう特性を生かしてですね、最終的には氷は残ってるんで、それと別店の、冷たいタレと混ぜることで最後は冷たく仕上がるというところで、これは大ヒット商品になりました。で今回はですね、この冷凍の冷やし中華もリニューアルして、でさらに2品ですね、盛岡冷麺と、豚のうどんの冷たい料理ですね、これも追加するということですね。この3品とも、電子レンジでチンをするんですが、氷が残る特性を生かして最後は冷たく仕上がるという、冷たいものを楽しめるというところで、こういったところも投入されてという感じですね。であとはですね、日本ハム冷凍食品が、タレ漬け鶏皮という商品を発売しています。でこれはですね、凍ったまま食べられるということで、糖分とか塩分の濃度がありますので、実はカチコチになってなくて噛むことができるということですね。噛むとこう弾力があってですね、美味しくおつまみとして楽しめるというようなそんな商品ですね。であとはですね、日清食品冷凍日清ひもかわうどんというものも発売されました。これはですね、幅広の、ペラペラとした麺になってるんですけども、これがですね、結構美味しかったですね。ひもかわうどんっていう本当に幅広いうどんの麺なんですけども、これを茹でて水で締めて、冷たくして食べると、本当にこのつるっとした質感、喉越しがですね、めちゃくちゃ美味しくてですね、ざるうどんとして食べるとですね、これすごくおすすめかなと思います。はい。ということですね、続いては、ワンプレート冷凍食品ですね。で、これはですね、ここ数年、本当に話題になっている商品なんですけども、いわゆるその一つのトレーに、ご飯とか麺などの主食が入っていて、であとはお肉類の主菜、でさらには副菜、野菜なんかの副菜が入っている。これ一つのプレートに入っているもの、これワンプレート冷凍食品と言います。1回のチンだけで済んで、いろんなおかずが楽しめて、でしかも皿洗いをしなくてもいいという、その簡便さがですね、すごく受けているわけですね。しかもおかずがいろいろあるということで、健康のバランスもいいというところには評価されているかなと思います。で、近年、非常に売り上げも伸びて、市場もいろんな商品がどんどん出ているんですけども、もともと人気な商品で、今も商品数がやっぱ多いのは和風のものなんですね。昨年はですね、それに洋食がやっぱり増えていきました。パスタにハンバーグとか、ステーキとかですね、そういった商品がいろいろ増えたりはしたんですけども、特にこの2026年に関しては、ワンプレート冷凍食品多様化っていうことが進んでいます。
で、あとは中華が増えてもいるんですけども、今回ですね、新しく面白いなと思ったのは、日本ハム冷凍食品、ナンバターチキンキーマのダブルカレーですね。で、今回ナンのカレーのワンプレート冷食が出てきたということですね。だから今までのこの和食、洋食、中華とは全然違うところのカレーがですね、商品化されたということになります。で、この商品はですね、2つのルーがありまして、でそのと別に、ナンが、2枚も入っているということですね。で、日本ハムさんはですね、チルドのナンをですね、長年作られていまして、ナンに関して、本当パンを作るってところにすごいこだわりがある会社さんですね。この商品はですね、やっぱナンがすごく美味しくてですね、でしかもカレーの方もですね、クリーミーで、しかも辛さもあってですね、結構本格的な味わいなんですね。お店のようなこのナンとカレーの、定食というかセットがですね、冷凍で楽しむということができるということですね。あとはですね、テーブルマークの、うどん和膳彩り野菜かき揚げと、ちくわ天という商品ですね。で、こちらは、うどんのワンプレート冷凍食品ということですね。うどんとかき揚げとか、ちくわ天とかですね、そういったトッピングが結構贅沢にされている商品で、こういった和風なんだけど、麺類、うどんの、定食がワンプレートで楽しめるということで、この商品も注目かなと思いますね。で、あとはですね、中華の商品として、イート&大阪王将さんがですね、このシューマイが入った、いわゆる大阪王将らしい、この中華の定食が楽しめるという、そんなワンプレートも出てですね、で、あとは日例さんもですね、中華の、ワンプレート、結構力を入れてますので、中華もやっぱどんどんこの商品がさらに増えていくかなと思います。で、あとはですね、ワンプレート冷凍食品の中で、シェアが1位なのが、日分さんなんですね。で、昨年は、韓国の、ヤンニョムチキンが入ったワンプレート冷凍食品が出されてまして、これも結構人気だったんですね。で、今回はですね、中華の、エビチリと天津飯のセットのもの、これ発売になるので、これも中華のワンプレートとしてすごく注目かなというふうには思いますね。そういった感じで、このワンプレート冷食もですね、いろんな種類、カテゴリーのメニューであったりですね、いろんなタイプのものがですね、どんどん増えていくので、今後さらに注目のトレンドかなと思います。で、続いてのテーマですね、冷凍ブロッコリーですね。で、実を言うと昨年の2025年の、冷凍食品トレンド大賞でですね、1位が冷凍野菜だったんですね。天候不順とか、いろんな要因でですね、野菜の、供給が少なくなってしまったりとか、価格が上がってしまうということがあったんですけども、冷凍野菜はですね、旬の時期に、たくさん取って、で、新鮮なうちに急速凍結して冷凍しますので、味や栄養が良くてですね、安定した価格で、一年中販売されますので、そういった点で今すごく注目を浴びています。野菜ってやっぱり健康のために取りたいなと思っていても、やっぱ調理がめんどくさい、下処理がめんどくさいって方も多いですので、冷凍野菜っていうのは全てその下処理が済んでから冷凍されているので、使う時にすごく楽っていうところも、すごく注目かなと思います。で、そんな中ですね、冷凍ブロッコリーっていうのはかなりこの売り上げがどんどん拡大してですね、伸びている、冷凍野菜なんですね。冷凍野菜の中でも本当に人気の商品になっています。生鮮のブロッコリーはですね、今年2026年4月から指定野菜になるんですね。で、この2年前にもですね、このブロッコリーが、50年ぶりにですね、指定野菜増えるよということで話題になったんですね。で、指定野菜になるとですね、農家さんへの、手当というか、そういったものが結構充実されますので、ブロッコリーを作ろうという農家さんが増えたりですね、価格の安定化とかそういったところにもつながっていくかと思います。指定野菜になるっていうタイミングでですね、いろんなところでまたブロッコリーブームっていうのがやっぱり起きるかなと思います。で、冷凍ブロッコリーもですね、いろんな商品が出てまして、特に大容量のものが今人気ですね。サイズも大きくて、その分単価も上がるんですけども、グラムあたりで考えるとすごくコスパがいいということで、ブロッコリーならたくさんあっても消費できるよということで人気になっています。で、あとはですね、他にもカットサイズがちょっと小さめにしてある、使いやすくしてあったりするものもあれば、細かく切ってですね、ブロッコリーライスというか、そういった商品にしているものもあります。で、あとは茎の部分までちょっと長めに使用したというような商品も出てきてますので、そういった意味でもですね、結構注目かなというふうに思いますね。で、あとはですね、その他ということで、他にもいろんな注目の商品とかあったんで紹介しようかなと思います。で、まずはですね、日例フーズの、おうち炒めチャーハンですね。この商品は、フライパンで調理することを推奨した冷凍チャーハンですね。で、フライパンで調理することで、香ばしさをさらに付与できますし、自分好みの具材を足してアレンジすることもできるということですね。で、その卵とか加えて、冷凍チャーハン、フライパンで作ることを推奨してるんですけども、シンプルに食べても美味しいですし、しかもアレンジされる方も結構いるということなので、そういったことを想定した新商品ということで今回出ております。で、あとはですね、ウミオス、新中華街赤坂璃宮の小籠包ですね。で、このウミオス、旧、マルハニチロですけども、赤坂璃宮監修の冷凍食品たくさん出していますが、今回冷凍の小籠包を出すんですね。スープはですね、本当にたくさん入っていて、溢れるように旨味が楽しめることができるという小籠包なんですね。で、僕が注目しているのは、このトレイですね。トレイごと小籠包をチンして、それがですね、実はそのままスプーンになる、レンゲ代わりになるっていうトレイになってます。小籠包っていうのは、やっぱ皮にちょっと穴とか裂け目が入ってしまうと、スープは流れ出てしまうんですね。ですので、そのトレイごとそのまま食べれれば、そのスープがですね、漏れたとしても、すごく美味しくやっぱ楽しめるというところですね。これがトレイにやっぱこだわってるっていうのは、やっぱそこまでやるかっていうところを感じますね。
で、あとはですね、注目なのは、味の素冷凍食品さんの、本当にこの一番売れている、ど定番の餃子という商品ですね。で、これがですね、今まで油も水もいらないよと謳ってはいたんですが、蓋は必要だったんですね。今回ですね、味の素冷凍食品さんはですね、蓋なしでも調理ができるということに改良されたということですね。で、蓋がなくても、皮がちゃんとしっとりもっちりして美味しくてですね、台所が汚れてしまうので、油跳ねがしないように設計して開発されたと、リニューアルしたということですね。かなり大きな変更だなと思います。その味がじゃあ変わるかどうか、美味しさがどうかっていうところは、結構このシビアな違いがあったりするので、ぜひね、食べて楽しんでもらえればと思いますね。で、あとですね、味の素冷凍食品はですね、レンジで大餃子という商品も発売しました。以前もですね、電子レンジで解凍できる焼き餃子も発売はしてたんですけども、今回そのサイズが大きくてですね、肉汁も楽しめるということで、結構リッチな美味しい餃子も発売されました。焼き餃子を電子レンジでチンするとですね、部分的にやっぱ硬くなってしまう。焼き餃子ならではのカリッとした香ばしさっていうものはないので、その点で敬遠はされていたんですけども、最近はですね、やっぱコンビニとかを中心に焼きたてのパリッと感はなくても、電子レンジでそこそこ美味しい餃子を楽しみたいっていう方がすごく増えていてですね、売り上げも伸びているんですね。で、今回はこの味の素冷凍食品さんが、NB 商品としてですね、味にこだわった電子レンジ対応の冷凍餃子を作ったということですね。で、実際電子レンジチンしても、本当に皮がちゃんと美味しい。これ結構本当に難しい、いろんな技術が使われてて、皮目のパリッと感は、もちろんフライパンで焼いたものに比べると、やっぱないんですけども、もともとが強めに焼いてあるので、香ばしさっていうのを感じますので、レベルが高いんじゃないかというふうに思いますね。フライパン調理はない電子レンジ対応の冷凍餃子も、今後力を入れていくというようなことを感じますね。で、あとはですね、冷凍餃子といえばですね、ビビゴのこの冷凍餃子も今すごく人気でいろんなところで販売されているんですけども、今まで大袋入りで販売されていたんですが、実は9個入りの、トレータイプの発売をされるということですね。もともとビビゴの冷凍餃子は大袋入りでコスパが良くて、しかも1個の餃子が大きくて食べ応えがあるというところが魅力でしたので、個数を減らしてトレータイプにすることで、単価を下げつつも、売り場をですね、この味の素さん、大阪王将が争っている並びに置いてもらう、もしくは置き換えてもらうみたいな、そういった戦略をやろうとしているので、そういったところもすごい注目かなと思います。はい、ということですね、2026年上半期冷凍食品トレンドをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。ですね、冷凍食品もですね、もういろんな形で進化をしていまして、いろんな面白い商品、面白いカテゴリーの商品っていうのがどんどん出ていってるわけですね。消費者のこのニーズ、困っていることを手助けするために、この冷凍食品がどう進化していくかっていうところがですね、将来的な商品開発につながるところではありますので、結構で冷凍食品メーカーさんの消費者がどういうことで困っているかってところに重きを置くようになってきてるんですね。味を美味しくしつつも、消費者が望む解決することは何かってところを組み合わせてですね、結構どんどん展開していくかなというふうに思います。社会情勢もですね、いろいろ変化がありますので、それに合わせていかにブラッシュアップしていくかというところが重要かなと思います。で、今回もですね、いろんな商品紹介しましたけども、今後さらにいろんな商品も出てくると思うので、楽しみにしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。冷凍、OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。